ナチの犯罪に立ち向かったバウアー検事です。皆様、こんにちは。宇治原実です。日本を元気に。日本人の美徳チャンネルです。600万人のユダヤ人殺害の責任者であったアイヒマンを戦後逃亡先のアルゼンチンで捕らえ裁判にかけ、ナチ犯罪の実態を世界に明らかにしたのはドイツ人バウアー検事です。同時にヒットラー暗殺計画を起こしたドイツ国防軍7月20日事件の真相も明らかにし、彼らの名誉を回復しました。この時からドイツ国民は過去と向かい合い始めました。戦後15年を経て新たなドイツの出発が始まりました。映画アイヒマンを終え、ナチスが最も恐れた男、ユダヤ人大量虐殺、ホロコーストに関与したナチス幹部を追うユダヤ人検事のフリス・バウアーの孤独の戦いの映画です。時は1950年代後半。敗戦から経済復興に進み、戦争の記憶とともに、ホロコーストの記憶さえ忘れ去られようとしていたドイツ。第二次世界大戦後、戦犯ドイツはニュールンベルグ裁判において国際的に裁かれました。しかし、ホロコースト責任者への裁きは下されず、世界各国に逃亡したり、国内の政財界で平然と高い地位を得たりしていました。ユダヤ人でもあるバウアーは、一人ナチの残党を追いかけ続けますが、もみ消したい過去を持つ人々が彼を失格させようと圧力をかけ妨害します。そんなある日、一通の手紙でナチス戦犯の一人、アドルフ・アイヒマンがアルゼンチンに潜伏していることを知らされ、物語は展開していきます。イスラエル諜報特務庁モサドの協力を得て成し遂げた1960年のアイヒマン捕獲作戦の歴史的な孤高のヒーローの物語を描いています。映画広告より抜粋させていただきました。彼はヨーロッパ各地のユダヤ人を逮捕させ、列車に乗せ、絶滅収容所に送りました。何度もアウシュビッツを視察、ガス室も見ており、殺害の効率を上げるため、毒ガスの使用を提案しました。彼は同僚に語っています。自分は500万人の人間を墓場に送った。それは私にとって大きな満足と達成感を与えてくれた。一人の死は悲劇だが、集団の死は統計上の数字に過ぎない。3つの点でお話しいたします。一つ目、バウアー検事を動かしたもの。それは復讐か。はじめにバウアー検事の映像を短くご覧いただきます。その表情から決意の強さが感じられるのではないでしょうか。1、彼の経歴です。1903年にドイツ・シュトゥットガルトのユダヤ人紡績省の子として生まれ、1930年にドイツ・シュトゥットガルトの最年少の裁判所判事に就任しました。しかし、1933年に罷免され、家族と共にユダヤ人強制収容所に送られます。1935年にデンマーク、スウェーデンに長期亡命し、戦後の1949年、西ドイツに帰国して判事に復帰。1956年にはヘッセン州フランクフルト地裁検事長になります。2、アイヒマン逮捕をモサドに依頼した理由です。1950年代の西ドイツは1万5000人の判事、検事のうち66から 75% は元ナチ党員であったと言われます。とんでもない数字ですね。戦後も依然存在した極右勢力の影響下でナチ犯罪や戦争犯罪人に寛大な判決が多く、司法界にも色濃くナチズム期の体質が残っていました。ナチ犯罪の被害者が自ら犯人に手を下し起訴された時、彼は言いました。弁護士さん、誰のための法律だとは如実にこの状況を表しています。ドイツ情報局にアイヒマンの情報を知らせると逃がすと分かっていました。そこでモサドに依頼したのです。バウアー検事には二重の意味の戦いがありました。それは彼だけでなく、ナチ犯罪に関わろうとする全ての人が直面する課題でした。一つが司法省も含め元ナチ党員の抵抗です。ナチを司法の場で裁くために司法省や裁判所にいる元ナチと戦わなければならなかった点です。もう一つが、あまりにも多くのドイツ人がナチ犯罪に関わっていたため、覆い隠したい過去を持つ多くのドイツ人を敵に回すことでした。今更過去を暴いて何になるか。これがドイツ人の本音でした。かさぶたを引き剥がすような作業ですが、治療にはどうしても必要でした。かさぶたの下は産んだままなのですから。3、バウアー検事を動かしたもの。アイヒマンの裁判は防弾ガラスに囲まれて行われました。強制収容所に送られた生存者が次々と証言台に立ちました。その状況は4ヶ月間、世界中のテレビで放映され、注目を集めたのです。アイヒマンは一貫して証言しました。自分はただの役人に過ぎず、大量殺戮には直接関与していない。歯車の一つに過ぎず、自分には責任がない。エルサレムの法廷は公式を下しました。最後まで後悔の言葉はありませんでした。
彼が生涯をかけてナチ残党を追い詰め裁いたのが復讐という動機であることは理解できます。ユダヤ人なければそこまでできないと思うからです。その一方で、憎しみが世界の人々に共感を与えることは難しいと思います。彼にはそれ以上の動機がありました。法による正義です。国家はここに土台を据えるものだという信念です。彼の影響は世界に広がりました。復讐ではありえないことです。二つ目、ドイツ国防軍7月20日事件に関わる裁判です。ここからはヒットラーに抵抗した人々、反ナチ市民の勇気とは何か、対馬達夫著中央新書より引用させていただきます。バウアーが検事として担当したレイマー裁判1952年があります。ヒットラー暗殺未遂7月20日事件に関与した元ドイツ兵たちについて誹謗中傷したのです。外国から金をもらった売国奴で国家反逆罪の罪人であるとの演説をした極右運動家オットー・レーマーが名誉毀損罪に問われた裁判です。1、裁判の争点 A。ナチ体制に対する抵抗は国家反逆罪か。4日間の公開法廷の傍聴席は超満員で、審査の様子は逐一報道されました。レーマー側の弁護人はヒットラーへの宣誓を破り、戦時下に敵に利益をもたらす行為をするのは国家への反逆であると主張しました。最終弁論でバウアーは官邸意見を踏まえ、ナチスドイツとは基本権を排除して毎日1万人単位の殺人を行う不法国家であり、この不法国家に対する正当防衛の権利は誰にでもあると。その限りで抵抗の行動すべてが合法的であると。不法国家に抵抗する権利すなわち抵抗権は人間に付与されていることを述べました。このようにナチスドイツを不法国家、反ナチ運動を抵抗権と呼び、反逆罪はもはや存在しないと述べたことは画期的でした。バウアーは事件に関する報道が権や権力に追従するドイツ人の目覚めるきっかけとなることを願い、裁判を通じて国民に学んでほしかったのです。2、裁判の争点 B。7月20日事件がドイツの敗戦を早めたか。1944年6月、連合国軍がノルマンディ上陸作戦を成功させ、さらに東部戦線のソ連軍大攻勢により、挟み撃ちとなったドイツの劣勢は明らかでした。これ以外、ドイツの生き残り道はありませんでした。ですから、7月20日事件の頃には、ドイツの敗戦は濃厚で、戦局を変えることはなかったと証明されました。たくさんの調査書から、彼らには内部からドイツを法治国家に転換させ、人々を倫理に目覚めさせようという強い願望がありました。彼らはドイツ国民すべてがナチズムに屈しておらず、もう一つのドイツの罵しを上げようとしていたのだと弁護しました。3、判決です。禁錮3ヶ月の有罪判決。判決理由は、ナチ国家の実態がもはや法治国家ではなく不法国家であり、ヒトラー暗殺未遂事件における抵抗者たちの行動は正当であるというものでした。バウアー検事の主張が受け入れられたのです。国内で大きな反響を呼ぶ判決でした。ドイツは戦後徹底的なナチズムの反省を行っていますが、その反省はバウアーの努力なくして実現しなかったと言います。一審から4ヶ月余り経った7月20日、シュタウフェンベルクたちの処刑された西ベルリンペントラブロックの中庭で、事件当夜処刑されたオルブヒト将軍の未亡人ら遺族による追悼碑建立の提訴式が行われました。事件から8年目のことです。こうして反ナチ運動の名誉回復が始まりました。引用は以上です。3つ目、バウアー検事と東京裁判のパール判事の立場が非常に似ています。戦後、ドイツの放送会でバウアー検事がたった一人で立ち向かったと同様に、東京裁判ではパール判事がただ一人日本無罪論を展開しました。彼の影響から世界の人々、特に放送界からパール判事の主張の正しいことと東京裁判の違法性が広く認められています。1、2つの裁判の最大の犠牲とは、パール判事が昭和27年、1952年に日本側の招きで再来日された時のことです。開口一番次のように言われました。この度の極東国際軍事裁判、東京裁判の最大の犠牲は法の真理である。勝ったがゆえに正義で、負けたがゆえに罪悪であるというなら、もはやそこには正義も法律も真理もない。力による暴力の優劣だけが全てを決定する社会に、信頼も平和もあろうはずがない。今後も世界に戦争は絶えることはないであろう。しかし、その度に国際法は価値のないもののごとく破られるだろう。だが今後、国際軍事裁判所は開かれることがなく、世界は国際的無法社会に突入する。その責任はニュールンベルク裁判と東京で開いた連合国の国際法を無視した復讐裁判の結果であることを我々は忘れてはならない。2、パール判事の叱責です。
博士は各地で講演を行い、日本の放送界やマスコミがなぜ東京裁判の不当性、不法性に対して沈黙しているのかと檄を飛ばされました。今や英、米、フランス、ドイツなど世界の法学者の間で東京とニュールンベルグの軍事裁判が果たして適正か否かという激しい論争や反省が展開されている。現に英国放送界の長老、ハンキー卿は、パール博士の無罪論こそ正論であるとして、戦犯裁判の錯誤と題する著書まで出版している。しかるに直接の被害国であり、現に同胞が戦犯として牢獄に苦悶している日本において、この重大な国際問題にそっぽを向いているのはどういうことか。なぜ進んでこの論争に加わろうとしないのか。なぜ堂々と国際正義を確立しようとしないのか。日本では戦後、公職追放令で日本を守る保守的な人々が公職から追放されました。その後釜に敗戦利得者と呼ばれる左派の人たちが多く登用され、愛国の精神が失われていったのです。法の番人である放送界も同様です。GHQ から押し付けられた日本国憲法に戦後77年、未だ手つかずの状態です。3、歴史認識への関心です。マスコミには真実を伝える責任があります。その一方で伝えない自由があるかのように偏向報道が目に余ります。明らかに世論誘導をしています。私たちには知る権利があります。同様に真実を知る責任もあることを忘れてはならないと思います。投票率の低さは政治に対する無関心さの表れであり、責任放棄の表れでもあります。不法な過去はいかに時間が経とうとも克服されるべきである。この言葉を戦後77年経た現代に生きる私たちが心に留めたいものです。一人一人が正しい歴史観を持つことで国を正しい方向に導くと思います。皆様はいかがお感じになりましたか？次回のテーマです。良心は立ち上がる。ドイツの謝罪と戦後の日本です。チャンネル登録とよろしければ高評価ボタン、並びにコメントをいただければ嬉しいです。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。日本を元気に。